ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。バックパッカーと、タイってことは？早速確認しよう。昔、オーストラリアをバックパッカーで一人旅していた時の話です。当時、私はお金がなかったので、宿は世界中のバックパッカーの若者が集まる、安いバックパッカーホステルを選んで滞在していました。そして、少しでも旅資金を節約するために、次の目的地に移動するときは、値段の安い夜行バスで眠り、バスを宿代わりにしていました。夜行バスの出発時間はだいたい21例で、周りは真っ暗。その日も、次の目的地に向かうために、真っ暗な夜道を早歩きでバス停に向かっていました。歩きながら、ふとこの辺りには心霊スポットがあると、地元の人が教えてくれたのを思い出してしまい、私は急に怖くなってしまいました。田舎なので夜道を歩いている人は一人もいなく、物音もなく、私はますます心細くなりました。すると前から人が歩いてくるのが見えました。ああよかった、ちょうど道に迷っていたからあの人に聞こうと思い、私が手を挙げた瞬間、その人がパッと消えました。あれ？夜だし、何かと見間違えたんだと自分に言い聞かせながら歩き、出発時間ギリギリでバス停に到着し、バスに乗り込むと、地元の大学生らしき女の子が私の方をじっと見ています。目があったのでニコッとしても私をじっと見続けています。バスにはアジア人は私一人だけで、あとは皆白人の若者でした。何人かは、アジア人の私を珍しがって見ていましたが、すぐに眠り始めました。しかし、あの女の子だけが振り返り私をじっと見ています。何？と聞いても返事はなく、それでも私を見ています。疲れていた私はそのまま眠ってしまい、気づいたら目的地に到着していました。その日は、珍しく良いホテルを手頃な価格で、予約することができました。チェックインを済ませ、部屋に入ると母に電話しました。あれ？もう友達できたんだね。お友達も一緒に泊まるの？え？今日はホテルの一人部屋だよ。誰かが喋っている声が聞こえるよ。今部屋にいるの？ラウンジにいるんじゃないの？今私は一人で部屋にいるんだよ。音楽も聴いてないし、部屋は8階だし、何も音は聞こえないけど。ちょっと静かにしてごらん。やっぱり誰か喋ってるよ。怖い、携帯が壊れているかも。と電話を切りました。その夜は疲れていたのでぐっすり眠っていました。トントントン、ドアのノック音で目覚めました。時計を見ると2時。ドアスコープから覗いてみると、誰もいません。念のためにドアを開けて人がいないかを確認してみましたが、廊下にも誰もいません。不思議に思いながら、また眠りにつきました。次は、誰かの声で起きました。時計を見ると3時半。誰だろう？直感でドアには近づかない方が良いとピンときて、ブルブル震えながら再び眠りにつきました。朝になると、昨日怖かったことなんてすっかり忘れ、2日目は観光を楽しみました。そして夜になると、やはり昨日と同じ夜中の2時頃に、トントントンと私のドアをノックする音で目が覚めるのです。そして誰かの喋る声。でも人の声にしては、何かおかしいな。いや何か用があって、ホテルのスタッフが私の部屋まで来たかもしれないと思い、3日目の朝、フロントに行きました。すみません。昨日の夜、私の部屋に来ましたか？夜ドアをノックしましたか？夜中頃、誰か私の部屋をノックしたのですが、開けた時は誰もいなくて。いえ、誰もあなたの部屋に、行ってはいないと思いますが。ちょっと他のスタッフにも聞いてみますね、と他のスタッフに聞いても、部屋には行っていないと言っています。もし用があるなら、まず、電話しますよ。と笑いながら、ここのホテルはセキュリティはバッチリですよ。でも何かあったらまた来てください。と言ってくれました。誰かのいたずらではないのか、優しいホテルスタッフたちのおかげで少し安心した私は、真夜中のドアのノック音は気のせいだと思うようにしました。旅疲れが出た3日目は部屋で過ごしました。母から私が泊まっている部屋が見たいとメールが来たので、ビデオ電話をすることにしました。しかし電波が悪く、うまく映らなかったので電話で話すことにしました。隣の人、声大きいね。よく喋るね。何も聞こえないけど？あれこの間みたいにまた声が聞こえるけど。誰かが近くで喋っているんじゃないの？
部屋は、私一人しかいないよ。携帯の調子が悪いのかもしれないね。じゃ切るね。またね。と、怖くなった私は電話を切りました。この旅の直前に携帯は機種変したばかりだし、お母さんの携帯も、同じタイミングで機種変したのに、試しに父親の携帯から私に電話をかけてもらいましたが、誰かの話し声は聞こえると母は言うのです。その3日目の夜、また真夜中のドアのノック音で目が覚めました。別に何も見えないし無視しておこうと、それに幽霊なんて見えないしいいやと眠ろうとすると、シャワー室からジャーと水の出る音がしました。ちゃんと蛇口は閉めたはず。と驚いていたら、シャワー室の方から声が聞こえてきました。誰か入ってきた？どうしよう、もし不審者だったら危険だ。と毛布にくるまってあたふたしていたら、水道も話し声もピタッと止まりました。恐る恐る、毛布から顔を出し、携帯のライトでシャワー室の方を照してみると誰もいません。そして部屋の明かりをつけて、クローゼットやベッドの下に、誰もいないことを確認、ドアの鍵もちゃんと閉まっている。じゃあ、あの声は。シャワー室に入ると、タイルには水たまりができていました。やっぱり、あのノック音と話し声は生きている人間ではなかったのか。このホテルに滞在するのもあと2日。今更ルームチェンジなんてできないし、余計なお金を使いたくないと思った私は、夜は電気はつけたままで寝ることにしました。明るかったら怖くないし、あと2日だけだ。4日目の夜、ドアの鍵も水道の蛇口もしっかり閉めたのを確認し、部屋の電気は消さず明るいままで眠りにつきました。また真夜中に誰かの話し声で目が覚めましたが、すぐに止みました。そして5日目の夜がやってきました。前日のように電気を消さずに眠りにつきましたが、夜中トイレに起きた時、いつもの癖で電気を消してすぐに眠ってしまいました。どんどんどん、ドアをノックする音で私は飛び起きました。話し声が近い。あれ、シャワー室のとこに黒い人がいる。という私の声に気がついた黒い3人の人影が、こちらに向かってゆっくり歩いてきました。ざわざわざわと何か言いながら、近づいてきます。声にならない叫び声を上げながら、隠れようにも体が動きません。気づいたら朝になっていました。荷物をまとめすぐにチェックアウトを済ませ、日本に帰国しました。その話を友人にしたら、夜行バスに乗る前に何か変なの見た？もしかしてその変なものも一緒についてきたのかもよ。バス停に向かう途中に話しかけようとして消えた人は、この世の人じゃなかったのか、だからあの女の子はバスの中で私をじっと見ていたのね。と。その時気がつきました。まずはオーストラリアだね。バス停で消えた人影を、連れてホテルへ入ってしまった話だ。最悪の同居人だ。バス停でパッと消えたことに意味があるの？語り手の一人になりたくないという心細さに、寄り添って、いや、違うな。付け入って、バックパックに潜り込んだ。お母さんは電話越しに気づいてたのに、本人はシャワーの音を聞くまで気づかないなんて、電気を消した瞬間に黒い人影が、増えてたのはどういうこと？霊的な溜まり場になったんだろう。あのバスの女の子の視線は警告だったんだ。もう24年前の話になります。ニュージーランドにワーキングホリデーで、バックパッカーを利用して安い宿に宿泊していました。日本の旅館などのように、おどろおどろしいような雰囲気ではなかったので、それまで怖いとは思いませんでした。ある日、予約なしにバックパッカーに宿泊した時、最初スタッフに、部屋の空きはないと言われました。他を探すにも、すごく疲れていたため、どんな部屋でも構わないと言ったところ、それなら部屋はあるよと言われました。案内された部屋は、メインの部屋のあるところから離れていました。離れのようで、隠れ家的でむしろ良かったと喜んでいたのですが、何か様子がおかしいなと感じました。それが、何なのかよくわかりませんが、誰もいないはずの部屋に何か、いたのではないかと思いました。その日の夜、普通だと、バックパッカーは賑やかなのですが、私の部屋はすごく静かでした。今夜は熟睡できると喜び、寝る支度をし、寝ようとしました。私はその時、ヒッチハイカーで、海岸線を回る旅をしていたのですが、なかなか車が捕まらず、ひどく疲れていました。なので、寝れるだろうと思っていたのですが、なぜか眠れませんでした。
部屋は静かで、ここが本当にバックパッカーで、他の建物には大勢の人がいるなんてことが嘘のように、シーンとしていました。その静けさが、なんだか、怖いと思ったのです。何かいる気配がしました。しかし、誰もいないはずです。あまりにも静かなので、一度チェックしました。誰もいません。メインの部屋のある建物への通路は狭く、暗く。昼間見た時は人がいないから照明はつけてないんだと思いました。私は気味悪く感じたので、人のいるメインの部屋の方へ行こうとしました。通路にあるだろう、照明のスイッチを探しますが、ありませんでした。その恐怖もあり、手探りでメインの部屋へ行こうとしました。そこで、大きな女性のポスターを見ました。昼間は部屋が暗くて見ていなかったかもしれません。特に気にも留めていなかったのですが、部屋の光の影響なのかはわかりませんが、そのポスターに光が当たった時、その写真の女性の顔がはっきり見えました。それは、舞子さんのポスターでした。白い顔と特殊なメイクで、昼間見たなら、綺麗だなと思ったことでしょう。その時は、その舞子さんは、下からこちらを見上げていました。それは、ポスターなどとは思えない、現実味のある顔で、とにかく怖かったです。私は、走り出しました。バックパッカーから歩いてすぐに海岸がありました。時間帯は朝方になっていました。薄っぺ明るい海岸に向かって私は走りました。とにかく、あの息苦しい空気から逃れたいとの思いで走り、海岸に着いた時私は、自分の部屋のあった場所を見ました。そこには、誰もいないはずの部屋に白い服を着た、白髪の女性が窓に立っていました。私は立ちすくみました。その人は私の方を見て、そして、手を振ったのです。後から聞いた話ですが、そのバックパッカーは出るという噂があったようでした。しかし、それがどの部屋なのかは、わかりません。次は、ニュージーランド。空きがないはずの宿で案内された、離れの部屋か。ポスターの舞子さんが、現実味のある顔で。これについてどう思った？もうポスターじゃないよ、それ。舞子さんの姿を借りて、そこに貼り付いてただけの何かでしょ。空きがないと言いつつ案内された部屋。本来、人間を止めるための場所ではなかったんだ。どこも満室で、仕方なく案内した先で、怪奇現象に見舞われるという展開は、実は結構多いんだ。海外でも同じようなことがあるのね。スタッフが隠していた噂の正体は、窓辺で手を振る彼女そのものだったのかもな。あの動作、あれは、また来てねじゃなくて、次は逃がさないっていう合図にしか見えないよ。宣戦布告に近いな。これは、私が15年前に経験した旅行先での出来事です。私が友人の愛ちゃんと2人、バックパッカーの旅で訪れた、タイのチェンマイでの体験です。当時は今ほど宿泊予約サイトがメジャーではなかったので、バックパッカーたちの旅の手始めは、宿探しと決まっていました。実は、私がチェンマイへ来たのは今回で2度目。1度目は半年前のことで、その時に泊まったゲストハウスを拠点として、夜市の場所や主要観光場所なんかが頭の中に入っていたし、前回一人でチェンマイへ来た時に宿泊した N ゲストハウスは、立地もいいし割安だからそこにしよう、と、空港に到着する前の機内で Y ちゃんへ提案し、すんなり同意をもらっていました。当時の N ゲストハウスの料金は、エアコン付き、ダブルベッドの部屋で1泊1500円くらいでした。部屋にはベッドの他に、テーブルセットとソファー、テレビと小さな冷蔵庫も完備されていて、2人分の荷物を置いても十分な広さでした。壁の汚れや古臭さを気にしなければ、シャワーを浴びて寝るだけと思ったら、かなりコスパが良いです。Y ちゃんも部屋の広さやバスルームをチェックした後、これで一人750円なら良いね。と喜んでくれていました。私たちは早速いくつかの寺院へ観光に行った後に、夜市で屋台飯を堪能、買い物を満喫して、一日の締めにと、ローカルなバーで現地人おすすめのアルコールを飲み、1日を終えました。その夜、飛行機移動の疲れと、チェンマイ1日目を大満喫した私たちは泥のように熟睡しました。翌日の朝7時頃だったと思います。私はお笑い芸人のステージを見に来ている夢を見ていて、
その内容があまりにも面白おかしかったのです。ガハハハハハ。大笑いする自分の声で、目が覚めました。いくら仲良しの Y ちゃんでもおならを聞かれたのと同じくらい恥ずかしい。どうしよう、同じベッドで寝ている Y ちゃんが目を覚ましていないかと焦って確認しました。すると、Y ちゃんが私を見て微笑んでいるんです。ああ、ごめん、起こしちゃったねー。私も自分の笑い声で起きちゃって。Y ちゃんはさっきと同じ微笑みで私を見ているだけ。え？怒ってる？あれ？何かがおかしい。私は何かを確認するためにもう一度、Y ちゃんの方を向き直してしっかりと彼女を見ました。Y ちゃん。違うじゃん。私が話しかけていたのは、Y ちゃんの後頭部に張り付いた。男性の顔ではありませんか。パニクる心を落ち着けよう。寝ぼけてるのかもしれないし。男性の顔が視界に入らないように真上を仰ぎ、明るい部屋の天井を眺めているとさらなる恐怖が。白い天井と壁はコンクリート製のはずなのに、ぐにゃぐにゃとゴムのように波打って、次第にいくつもの顔が浮かび上がってくるのです。大きく口を開けて何かを話す口元、左右に首を振りながらうごめく人の顔が、ゴム状になったそこから今にも出てきそうな状態です。目を閉じて深呼吸をして、Y ちゃんであるはずの人の方をもう一度振り返りました。先ほどから何も変化はなく、その男性の顔は、私の目をしっかり見て微笑んでいます。Y ちゃん、Y ちゃん、起きて、お願い、たまらず、私は大きな声で続けて Y ちゃんを呼ぶと、本来 Y ちゃんの顔がついている顔を私へ向けて、おはよう、と言葉を発した瞬間、先ほどまでの部屋とは全く違う空気になったのです。今が変なのか？さっきまでが変だったのか？すかさず部屋の天井や壁を見回し、昨晩電気を消す前の状態と同じ、コンクリート製の部屋であることを確認してほっとしました。私は今朝の出来事を Y ちゃんに告げず、気になるゲストハウスがあるから、移動しよう、と提案して、宿泊先を変更しました。チェックアウトしようと、荷造りをする Y ちゃんに、水を買ってくると言って、私は下の階へ行き、ゲストハウスのスタッフへ今朝の出来事を拙い英語で話しました。私の話を聞いている間の男性スタッフの顔は何か知っている様子でした。彼は私の話が終わると重い口ぶりで、数年前に、このゲストハウスで20代の南米の男性が、ドラッグの過剰摂取で亡くなった。それ以降、数人の欧米人宿泊客が何らかの原因で亡くなっている。間違いなく、私の目を見て微笑んでいたのは20代の南米男性でした。N ゲストハウスでの体験は、15年経った今でも、はっきりと記憶に残っています。朝日の差し込む明るい部屋で見た、Y ちゃんの後頭部に張り付く彼の顔を忘れることができません。タイの、チェンマイ。Y ちゃんの後頭部に張り付いた男の顔か。幻覚や夢だとしたら、インパクトが強すぎるよ。ドラッグで亡くなった南米の男性の残留思念。Y ちゃんの死角となる場所から、語り手と目を合わせて微笑んでいた。Y ちゃんと思ってみたんだから、最初から回避なんてできないよね。壁がゴムのように波打つ。これはどういうこと？現実的に考えたら、脳の処理落ちだろうけど、その部屋の現実濃度が極端に下がっていたから。って考えたらホラーっぽいかな。知らない男の顔になってるなんて。トラウマどころじゃないよ。不意打ちなんてレベルを超えてる。宿の安さには、必ず理由がある。それはお国柄なんて単純な話でもない。差額は、精神や運気で支払わされているかもな。バックパッカーが見る景色は、自由の裏側に、常に異界の門が開いてる。安いからって選んだ部屋。誰かが笑っていても、それはホテルサービスじゃないよ。背負っている重さは荷物だけなのか。みんなの影が増えていないことを祈ろう。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。